逆愛でゴー・チェンユー役を演じたザン・シュアンが今年のブレイジン・エレガンスでまさかのサポートロール、しかもブロマンスを見せてくれた。ペン・チューイとの切ないつながりに心を揺さぶられる必見の一作だ。皆さんこんにちは、BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ペン・チューイは若様の専属護衛として仕えていた。ある日、チョンモーという男が若様の身の回りをうろつくのを目にし、警戒心を抱く。幾度となく尾行し、怪しい行動がないか探りを入れた。チョンモーは自分がポルノ小説家だと名乗ったが、ペン・チューイはその言葉を信じず、執着につきまとい続けた。ついにチョンモーの家に踏み込み、堂々と証拠品を捜索し始める。だが鍵のかかった箱から出てきたのは半分に割られた石だけだった。その夜、チョンモーは眠りの成分を含んだ香を焚き、ペン・チューイの意識が遠のいた後に外でした。深い眠りの中、ペン・チューイの脳裏に幼い頃の記憶がよみがえる。父が弟子を追放した。その弟子こそがチョンモーだった。彼は去り際に石を半分に割って当時子供だったペンの手に渡した。だが後に家は火事に見舞われ、火を放ったのは父に追放されたチョンモーではないかという疑念がペン・チューイの心に影を落としていた。目を覚ましたペン・チューイは再びチョンモーを問い詰めに来た。だがチョンモーは話をはぐらかし、ペン・チューイを苛立たせる。ちょうどその時、停電が起こり、2人は殴り合いの喧嘩を始めたが、激しくも微笑ましいひとときだった。後日、ペン・チューイは古傷が再発した。かつて若様をかばって銃弾を受けた傷が今も彼を苦しめていた。あの火事の後、家族を全員亡くしたペン・チューイは密かに自分を居候させてくれた家を出たが、行くあてもなく若様に救われたのだという。火を放ったのはお前か、ペン・チューイが問い詰める。だが自分を信じてくれないペン・チューイを見て、チョンモーは弁解する気も失せ、黙ってその場を立ち去った。実はチョンモーには秘密の任務があった。若様が愛する女性の両親に雇われ、娘を無事に実家へ連れ戻すよう依頼されていたのだ。だが若様は彼女を深く愛しており、決して手放そうとはしなかった。任務を遂行するためには立ちはだかるペン・チューイと戦わざるを得なかった。その夜、チョンモーはペン・チューイを傷つけたことが気になり、無断で彼の家を訪れた。ことが済んだら俺と一緒にこの地を離れないか。チョンモーは心の底からそう願った。だがペン・チューイは若様に忠誠を誓った身だ。俺は一生若様のそばにいる。そう答えた彼の次の言葉がチョンモーの心を深く傷つけた。それに俺は結婚したいんだ。お前奥さんが欲しくないのかと問うペン・チューイにチョンモーは静かに答えた。俺はずっとお前を探していたんだ。後日、チョンモーは一生分の貯金をペン・チューイに差し出した。これでいい奥さんをもらってくれ。その様子を見てペン・チューイは直感した。チョンモーがこの地を離れる準備をしているのではないかと。チョンモーも隠さずに認めたのだった。そしてチョンモーはついに雇い主の娘を実家へ送り届け、この地を後にした。しばらくしてチョンモーが戻ってくると、なんと自分の家にペン・チューイがいるのを発見した。ペン・チューイはすかさず、あの時もらった結婚祝いの金を全て返してきた。まだ好きな女に出会えていないんだなとチョンモーが冗談めかして言う。何年も音信不通でどこに行ってたんだ。問い詰めるペン・チューイにチョンモーは適当にはぐらかした。チョンモーは同じ場所に長居しない性分だった。また次の計画を立て、この地を離れようとする。みんなに別れを告げた後、ペン・チューイは若様に深く頭を下げた。若様を一生お守りするという約束は果たせません。そう言い残してチョンモーの後を追った。だがチョンモーはこれから危険な任務に向かうため、ペン・チューイを連れて行くわけにはいかなかった。かなりの時が流れ、再びこの地に戻ってきたチョンモーを迎えたのは若様だった。若様はペン・チューイがいつも胸元につけていたブローチを静かにチョンモーへ手渡した。戦争で命を落としたペン・チューイはたったの22歳だった。また次回お会いしましょう。ではでは。